日本の近代化を支えた高橋是清の先見性。イントロダクション。明治から昭和初期にかけて、日本の財政、経済の近代化に大きな足跡を残した高橋是清。彼の先見性と革新的な経済政策は、現代の経済政策にも大きな影響を与え続けています。本動画では、高橋是清の波乱に満ちた生涯と数々の功績を、その卓越した先見性に焦点を当てながら紹介していきます。逆境を乗り越えた学びの精神。高橋是清はどんな人なのだ。1854年に江戸の下級武士の家に生まれた人よ。幼くして父を亡くして極貧生活を送ったの。当時の江戸は開国による社会の大きな変化の中にあって、多くの人々が困難な生活を強いられていたわ。そんな環境でどうやって成長したのだ。彼の先見性は若い頃から現れていたわ。当時はまだ珍しかった英語の勉強に打ち込んで、昼は働きながら夜は学問に励んだの。特に注目すべきは、彼が英語を単なる外国語としてではなく、世界への窓として捉えていたことよ。これが後の国際的な活動の基礎になったの。彼の学習への情熱は周囲の人々をも感化したわ。アメリカでの経験と国際感覚。英語を学んでどうしたのだ。その語学力を生かしてアメリカに渡ったの。そこで金融や経済について実践的な知識を得たわ。当時の日本人としては珍しい経験だったわね。特にアメリカの進んだ金融システムや経済理論に触れたことは、彼の経済観に大きな影響を与えたの。それがどう役立ったのだ。帰国後、大蔵省で重要なポストを任されるようになったの。彼の国際感覚と先進的な経済の知識は、周囲から高く評価されたのよ。特に外国との交渉や国際金融の分野で、その経験が大いに生きたわ。明治政府の近代化政策の中で、彼は重要な架け橋となったの。革新的な経済政策。具体的にどんなことをしたのだ。特に注目すべきは、高橋財政と呼ばれる積極財政政策よ。第一次世界大戦後の金融恐慌や昭和恐慌の際に、大胆な経済政策を実施したの。具体的には、金本位制からの離脱や、国債の日銀引き受けによる財政出動など、当時としては画期的な政策を次々と打ち出したわ。それってすごいことなのだ。当時としては革新的な考え方だったわ。政府が積極的に経済に関与して景気を回復させる手法は、現代でも高橋財政として高く評価されているの。実際、世界恐慌の影響から日本経済をいち早く回復させることに成功したのよ。この政策は後の世界各国の経済政策にも影響を与えたと言われているわ。先見性が招いた悲劇。でも最後は悲しい結末だったのだ。そうなの。1936年のに26事件で軍部に暗殺されてしまったわ。彼の先見性は軍部の暴走を危険視していたの。特に軍事費の増大が国家財政を圧迫することを強く警告し、軍部との対立を深めていったの。最後まで日本の財政の健全性を守ろうとした姿勢が過激派の反感を買ってしまったのよ。まとめ。高橋是清の先見性は、明治から昭和初期の日本の近代化に大きな影響を与えました。若くして英語を学び、海外で実践的な経済知識を得た経験は、後の革新的な経済政策の基礎となりました。特に高橋財政と呼ばれる積極財政政策は、当時の日本経済を救っただけでなく、現代の経済政策にも大きな示唆を与え続けています。彼の先見性は時として周囲との圧力を生み、最後は悲劇的なものとなりましたが、その理念と功績は、日本の経済発展における重要な礎として、今なお高く評価されています。現代の私たちも、彼の残した教訓から多くを学ぶことができるでしょう。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。